回の新作 Me&T は開幕から完成度がずば抜けていた。俳優の表情も物語のテンポも全てが5つ星。笑えるのに決してただのコメディではない。むしろ孤独と不器用さが胸に刺さる作品だ。T はマフィアボスの息子で、生まれた瞬間から金も権力も手下も揃っていた。ただ彼には家族の温度がわからない。日常会話は全てメロドラマのセリフで覚えただけ。普通の人間とどう向き合えばいいのか、そもそも知らないまま大人になった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。 T は自社の香水モデルアランに興味を持ち、好意の示し方すら知らないまま大金の小切手を渡す。しかし断られ、さらにトイレで5人の武装手下に囲ませるという強行手段に出る。そこへ偶然アランのカメラマンであるピーチが現れ、アランを救い出した。その瞬間 T はピーチという理解不可能な存在に引き寄せられ始める。だが T はドラマセリフでしか話さない。ピーチが何を言っても噛み合わない。初対面からすでに会話というものの難易度があらわになった。翌日手下のモックはアランとピーチのプロフィールを T へ差し出す。 T が選んだのはアランではなくピーチだった。3台の車で突然ピーチの家を訪れ、15分以内に出ろと命じてランチへ連行。銃を持った手下を前にピーチは断る勇気はなかった。しかし T が表向きに口にした目的はアランと仲良くなる方法をピーチに相談することだった。ところがピーチは恋愛下手で自分はつまらない人間だと信じている。アドバイスできる自信はないという。その言葉の中から T が拾ったのはピーチはシングルという一点だけだった。ピーチは本気で付き合いたいなら手伝う、でも遊びなら手伝えないとはっきり告げる。そこでようやく話が動き、アランへの贈り物は花束に落ち着いた。だが T は同時にピーチの好みのプレゼントも聞き出そうとしてまた会話が崩壊する。ランチの最後 T は感謝の意味を金額で聞こうとする。ピーチはありがとうで十分だと教え、 T は生まれて初めてその言葉を口にした。ピーチのどういたしましてという返事が T には未知の温度として胸に残った。その後も T はピーチに会いたくて仕事場へ押しかけ、ピーチが好きだと話したビターチョコを送る。だが宛名を書かずお願いとだけ記したせいでピーチはそれをアラン宛てだと勘違いする。誤解が重なったまま T が現れ、自分が特注した桃型チョコを渡した相手がアランだったと知り激しく動揺する。夕食ではさらにすれ違いが続き、 T は危機管理の反射でピーチの手を払い、鉄板でやけどを負わせてしまう。帰りの車内、ピーチは自分を信用しないならなぜ誘ったのかと怒りをぶつける。そして武装した手下を連れて家を訪ねる行為がどれほど怖かったのかを初めて言葉にした。部屋に入ろうとするピーチを引き止めた T はメロドラマの名場面をそのまま真似し、膝をつきやけどした手へ口づけを落とす。その痛みは全部自分が受けると真顔で言った。あまりのドラマ的すぎる行動にピーチは言葉を失う。普通の人はそんなことをしない。それでも T は真剣で、ピーチはようやく謝るという概念を教えた。T は人生で初めてごめんと言葉にした。その小さな一歩をピーチは確かに受け取った。翌朝 T はモックに朝食を届けさせ、会議が終わるとすぐにピーチの職場へ向かう。しかしまた誤解が起こり、ピーチは T がアランと出かけたいのだと思い込み、イタリアンを予約するよう勧める。ところが T の車に現れたのはピーチではなくアランだった。店についても T は一口も食べず、アランを残して席を立ち、迷いなくピーチの家へ向かった。銃を外し土足を止められ、妹のスリッパを履き、カップラーメンを夫婦せずに食べて口をやけどし、ピーチにあんしてもらう。彼の行動の一つ一つが愛を知らない人間のぎこちない手探りそのものだった。夜はピーチの家に泊まりたいと食い下がったが、結局追い出され、自宅で AI に恋の悩みを打ち明ける。その翌朝 T は何事もなかったようにまたピーチの家へ押しかけた。ピーチが短パンで出てくると露出が多いと言い、手下は気まずく揃って目をそらす。ようやく自分の番号をピーチの携帯に登録し、ワン&オンリーという名前をつけたのも T らしい。会社でピーチを屋上に呼び出し、なぜ知らせなかったのかと問い詰める彼はもう完全にピーチに執着している。
ピーチが冗談で他の人にもこの名前入れてるのと聞くと、 T はピーチだけだと告げ、自分の唯一の存在になってほしいと告白した。次回 T の両親が香港から帰国し、事態はさらに複雑さを増す。不器用すぎる坊ちゃんと優しさの裏に自尊心を抱えるピーチ、この2人の行く先からますます目が離せない。また次回お会いしましょう。ではでは。